皆さんこんにちは。やぶデッサン講座の藪下です。今日は準備編2としてデッサンに使う道具と姿勢についてのお話をします。1、デッサンに使う道具について。2、デッサンをする時の光源の位置とデッサンをする姿勢についてお話しします。では順番に説明していきます。まず1のデッサンに使う道具ですが、ご覧のようなものを使います。最初に鉛筆です。鉛筆はいろいろなものがありますが、デッサンに使う鉛筆はある程度品質の良い鉛筆を使った方が書きやすいです。代表的なものとして三菱鉛筆ユニ、三菱鉛筆ハイユニ、トンボ鉛筆モノ100、ステッドラーマルスルモグラフドイツ製、ファーバーカステル9000ドイツ製などがあります。それぞれの鉛筆の書き味や発色によって用途や好みは分かれますが、私は三菱鉛筆ユニを使っています。1本の値段も100円まででありますから、基礎デッサンの間は三菱鉛筆ユニで十分やと思います。デッサンに慣れてくれば自分の好みの鉛筆を探してみてください。鉛筆には HB を中心にして一番薄い 10H から一番濃い 10B まであります。H はハード、硬い、B はブラック、黒いという意味です。H の前にある数字が大きくなるほど鉛筆の芯は硬く、濃さは薄くなり、B の前にある数字が大きくなるほど柔らかく、濃さは黒くなります。鉛筆の記号を硬い順から並べると 10H から H、中心の HB、B から 10B となります。デッサンでは最初は 3H から H、HB、B から 4B の鉛筆を各2本用意してください。デッサンに慣れてくれば必要に応じてよく使う濃さの鉛筆の数を増やしたり、もっと幅広い濃さの鉛筆も使ってみてください。次に鉛筆延長ホルダーです。デッサンでは鉛筆が短くなってくると非常に書きにくくなります。短くなった鉛筆を鉛筆ホルダーに挿して長くして使います。藪下は各濃さの鉛筆に対応するように鉛筆ホルダーを準備しています。次に消しゴムです。消しゴムには練り消しゴムと通常の消しゴムがあります。1は通常の消しゴムでしっかりと白く消すときに使います。これはトンボのモノ消しゴムです。2は練り消しゴムで練って形を自由に変形させて使う消しゴムです。消すというよりは濃く描きすぎたところを薄くするという使い方で、これがないとデッサンができないというくらいによく使います。3と4はノック式のトンボのモノ消しゴムで小さなところや細かいところをしっかり消すのに使いますが、最初はなくても構いません。次に跳ねぼうきです。消しゴムを使った後に画面に付着している消しカスを取り除く際に使います。画面を傷めることなくきれいに取り除くことができます。消しカスが残ったまま上からデッサンをすると鉛筆の発色にムラが出ますから、この跳ねぼうきは重宝します。次に測り棒です。測り棒はモチーフの各部分の長さを測ったり傾きを調べたりするのに使います。この測り棒はホームセンターで買ったステンレスの棒を適当な長さに切ったものです。よく自転車のスポークなども使われますが、長い鉛筆でも構いません。次に画用紙です。鉛筆デッサンは基本的に画用紙を使います。画用紙もいろいろなものがあります。基礎的な段階では画用紙にこだわることはありませんが、あまり薄かったり表面の凹凸が大きいものや逆にツルツルのものは描きにくいです。藪下は1枚40円で画材店で購入した四つ切りサイズの画用紙を半分の八つ切りサイズ 270×380mm に切って使っています。画用紙にこだわることはないと言いましたが、100円ショップで10枚100円で売っているような画用紙はデッサンには不向きです。他にスケッチブックもありますが、取り回しが重いので藪下は1枚1枚の画用紙をおすすめします。次にクリップです。これは画用紙を画板に固定するのに使います。鉛筆デッサンでは
画用紙をくるくると動かしてデッサンしたりもしますが、クリップもあると便利です。次にカッターナイフです。デッサンで使う鉛筆は字を書くときよりも芯の部分を長く出しますから、鉛筆を削るのにカッターナイフを使います。カッターナイフはしっかりしたものであれば何でも構いません。次にカルトンです。カルトンはデッサンで使う画板のことで、紙を貼り合わせて板状にしたものです。2枚1組の開閉式のカルトンダブルは、外側の面を画板として使い、内側の面に新しい画用紙や書き終えた作品を挟んで保管もできます。1枚だけのカルトンシングルもあります。デッサンを持ち歩く必要がないなら、このシングルカルトンが軽くて使いやすいです。大きさは四つ切りサイズの画用紙が使える中盤カルトン 565×403mm が良いと思います。わざわざ買わなくても画板になるものがあればそれで代用もできます。藪下は合板を使いやすいサイズに切ったものをカルトンとして使っています。次にフィキサチーフです。フィキサチーフは鉛筆デッサンを書き上げた後、紙の上に吹き付ける定着液です。デッサンを書き上げた後、そのままにしておくと、他のものと接触したり擦れたりして汚れてしまうことがあります。それを防ぐために鉛筆の粒子を画面にしっかり定着させるためのスプレー式の定着液です。最初の間は必ずしも必要ではありませんが、残しておきたいと思うデッサンが書けた時には、このフィキサチーフは必要です。次にイーゼルです。イーゼルというのは画板を立てかけてデッサンするための指示台です。この講座では主に八つ切りサイズの画用紙を使いますから、イーゼルは必要ありません。皆さんがデッサンに慣れてきて画用紙を立てて書いてみたり、大きな画面でデッサンしたいと思うようになったら用意をしてください。藪下は動画撮影の都合上、自分で作った卓上イーゼルを使っています。これで1のデッサンに使う道具についての説明は以上です。次に2のデッサンをする時の光源の位置とデッサンをする姿勢についてお話しします。デッサンをする時の光源の位置は、右利きの人は左斜め上から、左利きの人は右斜め上からモチーフに光が当たる位置が描きやすいです。基礎デッサンの間はこの光の方向をお勧めします。モチーフの後ろに光源がある逆光や、モチーフの前、自分の後ろに光源がある前光は、陰影の変化が微妙なため非常に描きにくいです。照明器具は普通の室内の照明で構いません。照明器具が複数ある場合は、主になる光源を決め、それに合わせてモチーフを置く位置を決めてください。自然光でデッサンできる場合は自然光が最も良いですが、直射日光が当たらないように工夫してください。通常アトリエは北窓が良いとされるのは、直射日光が当たらず、時間の経過による光の差し込む向きの変化が少ないからです。次にデッサンをする時の姿勢です。デッサンをする時の机は普通の机と背もたれ付きの椅子を使います。座卓に座椅子でも構いません。デッサンをする姿勢は椅子にゆったりと座り、机と椅子の間隔は腕が楽に動かせるように少し距離を取ります。そしてカルトンはこのように机に斜めにかけて使います。カルトンを斜めにかけるのは、目と画用紙のどの部分との距離もだいたい同じようにするためです。そして頭は動かさずに、視線、目だけを動かしてモチーフと画面を見比べます。目と画面の各部分との距離に差が出ますから、カルトンを机の上にペタッと置いてはいけませんよ。そしてモチーフは自分の正面に置き、モチーフとカルトンと自分の目が一直線になるように座ります。これはとても重要なことですからね。また、モチーフは白い台紙、画用紙の上に置いてデッサンをします。はい、皆さんいかがでしたか？準備編2としてデッサンに使う道具と姿勢についてお話ししました。他に準備編として、1、デッサンについて、3、鉛筆と消しゴムの使い方について、4、一点通しと二点通しの考え方について、5、測り棒による比例と傾斜の測り方について、
以上の動画を概要欄に上げておきますから、そちらの動画も見ておいてください。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんごきげんよう。